皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。本日は真空装置に欠かせない心臓部、真空ポンプについて解説していきます。こちらに黒板で比較表をまとめてみました。一口に真空ポンプといっても、その種類や役割、得意な真空度は様々です。この動画ではそれぞれのポンプのメリットとデメリット、そして菅製作所の装置では実際にどのように使われているのかをこの表を元に掘り下げてお話ししていきます。最後までご視聴ください。まず大気圧から真空引きを始める際に使う粗引きポンプです。主にロータリーポンプとドライポンプの2種類があります。ロータリーポンプは油を使用するのが特徴です。メリットはシンプルなこと。多くの装置で使われる最も一般的なポンプです。しかしデメリットとしては、真空チャンバー側に油が逆流するオイルバックのリスクがあり、クリーンな環境には向きません。菅製作所の ALD 装置や SPS 焼結装置といった比較的高い真空度を求めない装置の場合に採用されます。一方、ドライポンプは名前の通り油を使いません。これが最大のメリットで、オイルバックの心配がなく、非常にクリーンな真空環境が得られます。半導体や医薬品など高い洗浄差が求められる分野で活躍します。デメリットはロータリーポンプより高価で構造が複雑なことです。菅製作所ではロータリーポンプと同じく ALD 装置やスパッタ装置でよりクリーンな環境を求める場合に採用しています。次に粗引きポンプで到達した状態からさらに高い真空度を目指す高真空ポンプです。まずはターボ分子ポンプです。飛行機のジェットエンジンのような羽が超高速で回転し、気体分子を弾き飛ばします。メリットは非常にクリーンで排気速度も速いことです。しかしデメリットとして高速回転のために衝撃に非常に弱く、また高価な点です。菅製作所のスパッタ装置や PIM 光放出電子顕微鏡など高い真空度が必要な装置の主力ポンプとして使われています。次に油拡散ポンプです。オイルを加熱して蒸気にして、その流れで気体分子を捕まえて排気します。メリットは回転部分がなく壊れにくいということです。一方でやはり油汚染のリスクがあるのがデメリットです。菅製作所では SPS 焼結装置で採用されています。SPS 焼結装置では台とパンチが割れてポンプの中に飛び込んでくる可能性があるので、油拡散ポンプの壊れにくさが重宝します。そしてクライオポンプです。ポンプ内部を極低温約マイナス253度に冷やしていき、気体分子を固体として吸着させます。最大のメリットは非常に高い排気速度とクリーンな真空が得られることです。特に水蒸気の排気速度が非常に高いため、量産でのスパッタリング装置、スパッタ精膜装置によく用いられています。デメリットは高価であることと、吸着面が飽和したら定期的に再生する必要があるため手間がかかることです。最後にさらに特別な用途で使われる超高真空ポンプです。スパッタイオンポンプはポンプ内の気体分子をイオン化して電極に吸着させます。最大のメリットは振動や騒音がなく極めてクリーンなことです。長期にわたって安定した超高真空を維持できるのが強みです。デメリットは排気速度が非常に遅いため、これ単品では使えません。必ず粗引きポンプと高真空ポンプで事前に真空と高真空まで引いておく必要があります。菅製作所の装置では PIM 光放出電子顕微鏡のように10のマイナス80パスカル台という極めて高い真空度が求められ、また顕微鏡なので振動を嫌う装置で使われます。いかがでしたでしょうか。どのポンプにも一長一短があり、目的の真空度、クリーンさ、コスト、排気する気体の種類など総合的に考慮して最適な組み合わせを選ぶことが何より重要です。
最後に菅製作所での具体的な組み合わせをもう一度確認しましょう。ALD 装置では数十から数百パスカルの領域で精膜プロセスを行うので、ロータリーポンプまたはドライポンプのどちらかのみ使用します。スパッタ装置では粗挽きポンプとしてロータリーポンプまたはドライポンプを使って、高真空ポンプとしてターボ分子ポンプを組み合わせます。極めて高い真空度が必要な PIM では、まずロータリーポンプで粗挽きを行ってターボ分子ポンプで高真空にした後、最後にスパッタイオンポンプで超高真空までを達成するという3段階で使っています。このように装置の用途によって最適なポンプの組み合わせは様々です。もしポンプ選びで迷った際は、ぜひ菅製作所にご相談ください。お客様の用途に最適な真空装置をご提案させていただきます。それでは今回の動画はここまでです。この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。